逆だと思います。矢崎君逆です。すいません。すいません、いきなりゆるく始まりましたけど、アフタートーク始めたいと思います。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ自己紹介から私からいきます。はい。はい、バリントン刑事ではなくですね、企画原作監修の、カプコンの小林です。よろしくお願いします。じゃあ倉持さんから自己紹介お願いします。メアリーグレイ役をさせていただきました倉持明日香です。ありがとうございます。はい、矢崎君お願いします。はい、タイラー・ハワード役の矢崎宏です。本日はご感激ありがとうございます。はい、栗山君お願いします。ディアーズ2番ス役の栗山航です。今日はありがとうございました。はい、誠二郎君お願いします。クリス・ネットフィールド役の中村誠二郎です。よろしくお願いします。はい、ということで椅子もあるので着席しながらアフタートーク始めたいと思います。本当にね終わったばっかりでちょっと水も持ちながらでちょっと失礼なんですけど、終わったばっかりのちょっと感想を順番に聞きたいと思います。倉持さんからお願いします。いや今日もですけどもとても緊張しました。今日両親が見に来てるので、それ言っちゃって大丈夫ですね。全然大丈夫です。噛まないようにしなきゃなと思いながらでも全力で楽しむことができました。ありがとうございます。お疲れ様です。はい、矢崎君お願いします。そうですね、2日目を迎えまして、初日の熱そのまんまに今日もできたんじゃないかなと思います。ただもう汗がすごくて今ちょっとまだバイオハザードの世界にいる感じですけど、じゃあもうちょっとお付き合いください。はい、はい、ありがとうございます。栗山君お願いします。そうですね、まだ2公演ですがすごい楽しいです。僕初舞台なんですけど、このカーテンコールの皆さんの笑顔のためにもう一生懸命お客さんのね、やってる感があるので本当に毎公演楽しめそうです。はい、ありがとうございます。はい、せいちゃん。俺はその疲れ切ってる？楽しんでる。大丈夫？いや本当にだから動いてるキャストの中で僕ダントツ年上なんですよ。35歳で。本当きついのに重たいし。言い訳すんのそこ？いや言い訳じゃないですよ。言い訳じゃないです。よくやってますってことを言いたいと思います。すごい拍手もらっちゃった。言い訳してるのに。もうロータイに夢中って頑張ってますんで、もうクリちゃん見てると爽やかな気持ちになってお父さんみたいな目線で「クリちゃん頑張ったね今日はね」みたいな感じで。はい、ちょっと時間のある限りこのお話を聞きたいんですけど、まずゲームにはいないオリジナルキャラクターのタイラーとそしてメアリーのことをちょっとお聞きしたいんですけど、タイラーさん、主役でいろいろ作り込んではいるんですけど、本当申し訳ないんですけどネタバレのために一切事前情報を出さず、今日やっとお客さん見たので、タイラーとは何者だったかといろいろ語っていただきたいんですけど、まずエージェントあたりからの話をしていただけると。そうですね、逆にこれは小林さんにお聞きしたいところなんですけども、合衆国特務機関のエージェントということで、だからレオン S. ケネディゲームの人気キャラ、僕との関係はどうなんだろうなっていうところが、ゲーム好きの僕はすごく気になる。ゲーム好きの矢崎君に答えるとですね、一応同じ組織にはいるんですけど、合ってるか知ってるか等々はですね、ここで決めちゃうとですね、次の作品に縛りになりますので決めておりませんというのが正しい答えだと思います。だから合ってるかもしれないし合ってないかもしれないし、それは分からない設定です。なるほどなるほど。ありがとうございます。とかいろいろちょっと本当にエージェントのことも言えなかったですし、あとお父さんの岸さんのお役のどうですかね、お父さんとの関係のお話も全然もう皆さん全て知ってますからそうですね、やっとネタバレできるんですけども、そうですね、だから、謎の青年ということで今回入ってきて、いろいろ大学の中で謎というか、自分の謎を自分からこう解いていくわけですけども、クリスたちと出会って、最初はなんかどう演じようかどう作り込もうかすごく悩んだんですけど、バイオハザードのキャラクターの一人になれるように、でも本当後半ですよね、初日を迎える間際にようやくタイラー・ハワードというキャラが固まったかなと。特務機関のエージェント、特務機関のエージェントですからね。でも矢崎君的にはゲーム大好きだから、クリスとピアースとかレベッカと共演できて嬉しいんですよね。そうですね、もう本当に
いまだにちょっとなんていうんですか、ゲーム好きのある僕の、はいあクリスに合ってるっていうミーハー心のまんまちょっとやってるところがあります。あクリス・レッドフィールドだみたいな。わかる、でもわかるよそういやそうだよ、だってピアーズもそうだもん、見たらだからでも出しちゃいけないから僕はずっとクールではいるんですけども。なるほど。なんだそういうふうに思ってた心の中でウキウキしてると、はいいいですね。はい。そしてヒロインのメアリーの話をちょっとさせていただきたいんですけど、はいメアリーも本当にずっと言えなかった最後の表現ぶりもありますし、アクションもあるんですけど、最初にですね、ちょっと今日初耳だったんですけど、タイラーとのシーンがなんかキスシーンと誤解されてるという噂を聞いたんですけど、あれキスシーンではなくてね、ささやきですよ。ちょっと説明してもらっていいですか。耳打ちをしてますよね。してますしてます。ささやいてるんですけども、はマネージャーさんは、は見てキスシーンあったんだねって言われて。ないない。マネージャーさん。それを誤解を解こうということで、はい倉持さんがはい誤解を説明したら、なんてメ言ってるんですか。アリーが結構コソコソって言ってるんですけど、あの時はもうすぐリアン教授が世界をリセットしてくれるからっていうのを言っていて、その後タイラーが気になることを女子学生に言われたっていうところにつながっていくので、はいあそこでちゃんと喋ってます。そうだから口ついてたらその情報は聞けないってことなので。そこはあんまかぶせない方がいいと思う。ファン的には聞きたくないから。しかも初対面ですからね。そうですよね。初対面でいきなりキスされたんでそこ。ドキドキして止まんないよ。自分が嬉しいことを加えないでいいから。いやそんなこんな可愛い子にいきなり初対面で会っていきなりキスされたらもうおじさんも喜んでしょうがないですよキスじゃないから。で倉持さんもう一つ聞きたいんですけど、マシューにもささやいてるんですけど、マシューにはなんでささやいてるんですか。あれ台本ないんですけど。マシュー本人にも、なんなら今日初めて言いましたけど、はいまだ迷ってるのって言ってます。それは演技に迷ってるのじゃなくて。じゃないですそんなそれじゃなくてまだ学長の学長との考え考え方方と、そうじゃなくて、私の方の考え方、はいあなたまだ迷ってるのっていうので言ってます。僕ね、その作品当然脚本も作ってるんで知ってるんですけど、大倉君に言ってるかなと思ってちょっと面白いから今言ってみました。すみません。演技には何もはい、口出してわかりました。おりません。ありがとうございます。はい、という2人のねいい関係がありつつも、クリスとピアーズもいい関係で、ゲームのキャラクターですが、栗山君どうですか。僕最初のね2人の登場めちゃくちゃかっこよくて涙が出るぐらい嬉しいんですよ、ゲームのプロデューサーとしては。そう言っていただけると嬉しいです栗山ね。君ぜひその辺の登場からそうですクリスとの関係も僕の一番最初のセリフに人間の力ではいバイオテロを撲滅するってはいいうセリフがあるん深いセですけど、リフです。あれはそのバイオ6をはいやってる方だったら、はいね、わかるクリアしてる人は泣けます。なぜそのセリフにつながるか。多分これは皆さんやってないですよね、きっとね。バイオ6やった方やった方、泣けます。おーじゃあ泣ける人いっぱいいました。はい僕もじゃあでセリフが意味がわかる意味がわかるんと思いです。んだからやってない人はわかんないんで、ぜひゲームを遊んでもらうとそうですね泣けます。泣けるはいという宣伝をちょっと差し込みつつ、はい、せいちゃん、はいクリス、はい散々お客さんに言われてマッチョになりましたが、マッチョ具合どうでしょうか。もうね俺でもちょっとみんなに見せてあげて筋肉。俺ね俺の筋肉すごいんだぞって。俺本当は筋肉すごくなったんですよ顔合わせから5キロ太ったんですよ筋肉つけて細いからね、でもねもともとね。俺小顔じゃないですかまだ自慢してる。いやその男性のお客さんが今一瞬俺首ひねりましたけど俺実は小顔なんですよ近くで見るとだからね肉体作りの話、肉体作りの話。なんか意外とね見に来たお客さんがなんで立ってんだろうこれ細く見えるって言われるんですけど俺ほらごっついんですよそうでもないみたいまあまあ。めっちゃプロテイン飲んだのに俺あんまりせいちゃんの筋肉はちょっと興味ないみたいなんで、ちょっとタイラーさんちょっとレベッカの話していいですか。なんかレベッカと、はいまありんちゃんと共演で、はい稽古中になんかちょっと面白いエピソードがあったってさっき聞いたんですけど、レベッカ役の飛鳥さんまあ、と、面白いというか、なんというかという話なんですけども回想シーンがあるんですね。僕が警官の服になって、レベッカに僕の名前を呼ばれるっていう、最後に去り際に「タイラー!」っていうところで稽古中に僕「お父さん!」って言われたんですそれレベッカにお父さんって言われたんですよね。レベッカに「お父さん!」って言われてお父さんじゃない、そんな複雑な設定あったっけなってリアン教授ですよね、お父さん。複雑だでなはいだよくあるじゃないですか、学校の先生をお母さんって言っちゃうような、間違えちゃう女の先生はね。そうだとしても俺に対してそれはどういうことかっていう疑問もありますし、彼女に理由を聞いたら、はなんかタイラーはお父さんのことをずっと追いかけてるから、
お父さんって言っちゃったのってなるほど。ね。村森さんそんなキャラですか、飛鳥さんは。もうりんちゃん楽屋も一緒なんですけど、もう本当にはい。天然ですよ天然ね。皆さんそんな感じで。年ですねそうね。なんかもう言えないこともいっぱいありますけど、言えないことは言わないでください。今日は歯磨き2人でしてたんですよ、はい本番前に2人で歯磨きしててでりんちゃん本番前みかん持ってきてみかん食べてここ来たんですね。意味ないじゃん。意味ないさすが。そんな子です。天才だよね。天才です本当天才。でもね、スターズのレベッカ出たシーンで、僕これも涙出るので、レベッカと20年前からの付き合いなんですよ。ゲームの制作で。なんですごいあのシーンは僕的にはすごく嬉しいし、多分ゲームファンの矢崎もね、スターズのレベッカ嬉しいですよね。もう本当にゲームにあるセリフなので、いやうわすごいと思いながら見てますいつも。はい。ありがとうございます。最後4人で絡むちょっとシーンのお話したいんですけど、まずは本当に倉森さんが表現する、メアリーが表現するの、皆さん多分びっくりしましたよね、最後の表現ぶりっていうのは。びっくりですそこはなんか昨日ですか、元 AKB の皆さんに何か言われたという話をちょろっと小耳に挟んだんですけど。そうなんか昨日 AKB のメンバーの後輩とかが来てくれたんですけど、倉本さんの、はいで本当はあっちの本性ですかって後メアリーの輩に返信言われて、したねいや私本当貴様とか言わないから大丈夫だよって言ってなるほど。 1年以上一緒にいる後輩に私の本性はあっちだって思われました。すごい名演技だったということですね。はい、ということはね、嬉しかっシーンにたです。詰まる。はい、嬉しかったです。僕もすごい名演技だと思います。ああとアクション、この4人でアクションしますが、はいどうですか、アクション稽古も大変だったんですけど、はい、いやもうここ大変ですよ絡みね。大変でしたね。はい、僕も大変でした。はい。どこが大変でした、矢崎君的には。最後の大立ち回りは。何、衣装衣装です。どうしました。どうした？空気を通さない設計なんです。あ、暑いってことですね。暑いのがすいません、暑い衣装で。いやでも本当にそれも含め、あと清次郎さんが早いんで、ごめんね。本当についていくのに必死というかっていうとこからいろいろはい清次郎さんにも立野星美さんにも教えてもらいながらなんとかなんとかはい、なんとか。はい。はい。栗山君どうですか、最後の大立ち回りは。そうですね、まあ、最後の立ち回りも激しくてはい見応えあると思うんですけど、僕は個人的に清次郎さんと盾をやりたかったなっていう、栗山航として。なるほど。早いから可愛いな。僕だってバサラの千秋楽行ってるんですよ。あ、本当見に来てくれたんですよね、名古屋の選手さんの一ね。ファンだったんですから。石田三成のね、はい芝居をね。本当に一緒そんなにやって清次郎は刀じゃなくて銃ですからね。うんなんて可愛い子なんだよ。そのイチャイチャやめてもらっていいですか。本当にだよ。可愛い部下なんでね。中村さんはいはいはどういうところが最後大立ち回り4人でやる。いや最後倉持飛鳥さん。なんでフルネームはい。いいじゃない丁寧に言って。はい言われたことない。いや一応じゃあ飛鳥ちゃんははい。覚えがめっちゃ早いんですよ。稽古場でパッて立石の星見さんがつけた時にすぐ覚えるんですよ。だからそれ本当にすごいなって素直にびっくりしました。ありがとうございます。ニヤニヤしてんじゃないよ。いや嬉しいなと思ってありがとうございます。いやでもなんか本当吸収が早いそんで。うですね。でもずっとい稽古の休憩中も裏で隊長が教えてくれて。隊長。俺は優しかったですフォーチュンクッキーの振り付け教えてもらって。フォーチュンクッキ交換条件ねフォーチ。ュンクッキーとヘビロテとかをヘビーローテーション。ヘビローテーションとミュージック。教えました。さすが。振り付けの交換し合いね。はい、交換で。持ちつ持た一曲歌えるのも。いや全力で歌いますよ。なんかすごい拍手が聞こえるんだけど。いやそれは本当やめときます。やめとくか。じゃあ打ち上げで。打ち上げでやります。打ち上げでよろしくお願い全します力で踊ります。はい、ありがとうございます。まあ話す段取り以上で終わってるんですけど、まだちょっとお時間あるんですけど、なんかここを見てもらいたいみたいなシーンがあればちょっとお話しいただきたいんですけど、矢崎君なんか今ピッと思い浮かんだとこあります？そうですね。僕たちの他にもサブキャストのゾンビのゾンビの人たち、はい。人たちがもう一人一人本当に自分なりのゾンビというか、もちろんゾンビとしてのルールのある中で自分なりの作り上げてる一個一個のゾンビがいました今。いや、いないと思います。ゾンビがあるんで、なんかそういうゾンビの動きにも注目してもらいたいなと思います。はい。
はい、僕は本当に一人一人なんかいろんなものを見て研究してるんだなっていうのをすごく感じるんで、はい、ゾンビの動きも本当にゲームそっくりなんで、本当嬉しいですね。はい、そんなゾンビを撃ち殺している栗山君は何かどっかここってとこは。スナイパーが重いんですよ小林さん重いね。本物だから、本物って言ったら本物じゃないな、本物じゃないけどすごい重たいです。全部本物っていうかね、ね、ミリタリー系をね本当重たいと思います。本当にそれがその重厚感が伝わってれば嬉しいなと思います。皆さん伝わってますよね、重さがね。本当かな。誰か持ってもらいたいですもん本当に。持ってみます。いやいや、お客さん持たせない。本当重たいです。これ2キロぐらいあるんですよ。それは丸井さんの銃なんで本当に重たいです。はい。それも重いです。ごめんなさいね。はい。というところを見てほしいと。そうですね。リアルな道具とか、メアリーの腕とかあるじゃないですか。あれとかリアルに作ってあるんで、小道具がすごいですね。はい。倉持さんはここっていう、まあ自分のシーンじゃなくてもいいですけど、ここって見てほしいシーンってあります？私が一番好きなシーンが休憩後のすぐレイチェルさんの曲で始まる最初2幕最初の音楽で始まるシーンがすごく好きで、稽古場からずっと見てるんですけど、出てなくて上で眺めてますよね、最後の。もうずっとここのモニターでずっと見てて、自分の出番で一番最後の方に上に来るんですけども、シーンがすごく好きなので、もう一回ぜひ皆さん来ていただいて、そこを見ていただきたいなと思います。何回も見ていただければ嬉しいですね。はい、そこはもうバッチリ活躍のせいちゃんとしては2幕最初の立ち回り、地味に頑張ってますよね。なんすか地味に地味にじゃないです。全力で頑張ってますよね。いや本当2幕最初どこ見ても多分楽しめると思そうですね。皆さんピックアップされてるんで、本当に立てつけるのがすごい大変だったと思うんですけど、なんかもうなんか1回見ても2回目見ても違うとこ、例えばクリちゃんが戦ってるとこ見たりとか、なんかそういう目線で戦えるので、あそこ本当素晴らしいですよね。2幕始まり、矢崎君が上からゾンビ犬撃つのって皆さん分かりました？バーンってね、なかなか気づかない。じゃあもう一回見てもらうしかないですね。もう一度来ていただけると、あそこにいますからね。意外と今回本当客席出ることも多いので、矢崎君どうですかね。客席も大変だったり、もうそろそろ終わりですが、最後そこだけちょっとお話していただけると。すごいなんかドラマチックなこと言わなきゃいけないみたいな。いやいや、まあ最後の挨拶はまだあるので、ここの今客席のところだけちょっと。いやなんか結構そこにいっぱい出ますよね。やっぱお客さんも近いんで、ちょっとやっぱ客席行くのは緊張してるんですけど、また同時に高揚感もあって、なんか舞台上を飛び出す感じが本当に僕は面白いなと思ってやってます。はい、ありがとうございます。はい、ということでそろそろお時間来てしまったので、ちょっとすみません、立ち上がっていただいて最後のご挨拶いただいて締めたいと思います。じゃあまたすみません、倉持さんからご挨拶をお願いします。はい、本日はご感激いただき本当にありがとうございました。また皆様にお会いできるのを楽しみにしています。11月1日までやってるので、ぜひまた足を運んでください。今日は本当にありがとうございました。はい、矢崎君お願いします。はい、バイオハザード・ザ・ステージ、まだ2日目です、これからどんどん進化していくと思います。ぜひまたご覧いただけたら、嬉しいです。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。栗山君お願いします。はい、まだまだこの舞台は進化途中ということなので、まだこれから千秋楽に向けて進化したいと思います。今日はありがとうございました。はい、ステージ6お願いします。こういうゲーム原作の作品だからこそ、舞台でその役として生きることが、大事だと思いますので、最後まで怪我のないように、クリスとして、生きて最後まで突き抜けたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、皆さんありがとうございました。11月1日までここの EX シアター六本木で行います。リピーターズチケットはですね、ここっていう席を取れますので、ぜひ皆さんこの後、チケット買って帰っていただけたら嬉しいと思います。はい、ということで、本日誠にありがとうございました。ということで段取りしてませんけど、はい、一斉のせいで挨拶いいですか？すみません、ごめんなさい。段取り僕がお願いしてもいいですか？わかりました。重ねてになりますが、まだまだこれから続いていきます。ぜひまた皆さんとお会いしたいです。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。本日、アフタートークショー MC をさせていただきますレア大学劇場編です。よろしくお願いします。
精一杯 MC しますので楽しんで帰ってください。それでは早速登場していただきました。デート早すぎました。びっくりしました。ハルさんが先に。もう早く出ましょう。はい、じゃあいてご着席ください。ではですね、改めてになるんですが、山さんからお名前と役名一言ご挨拶の方よろしくお願いします。はい、バリントンマン役の木山春樹です。役は正反対です。ありがとうございます。はい、マシュー・ラッセル役の大倉士門です。はい、ありがとうございました。かしこまった感じで大丈夫なんですかこれ？いやもうざっくばらんに行きましょう。ざっくばらってどういう意味ですか？ざっくばら適当にってことですね。いや違う。もっとフラットな感じでいきましょう。はい、フラットな感じでよろしくお願いします。はい、はいじゃあカイちゃんお願いします。オリビア・プライス役を演じましたサーヤです。よろしくお願いします。ルーカス・バドラー役を演じさせていただきました木村敦です。今日はよろしくお願いします。村の駐在さんがいました村木です。ありがとうございました。でですね、本日で全公演の折り返しとなったんですが、今までの公演のなんかエピソードであったり感想であったりとか今日を迎えてなんかありますか？なんていうか毎晩のアフタートークショーやってんだけど、今日のメンバーさ、みんなと僕初めて会ったんですよ、稽古場で。だから初めて会った時にこいつ変態だなと思った人間が1、2、3にあってサーヤですってサーヤは可愛いんだけど他の3人はこいつ絶対変態だしかも楽屋3人一緒なんですよ。この3人でしょ。その楽屋ずっとこうやって話してるわけよね。普通だったらバランスがない爽やかなクリちゃんとか矢井君とかせいちゃんに入れればいいのにさ、本当に変バランスすげえ悪いと思うもん。これ梅さんどうなんですか？ちょっと変態確かにそこ3人楽屋一緒ですもんね。そうだね。隣が隣オクラいるんですけど、やっぱうるさい。いやうるさくはないです。ただものすごい規制が聞こえてくる時があるからそう、それね、木村君が発声の練習で俺教えたやつがあるんだよね。はい、木村君どうぞ。はい。これはハルさんから教わりました。決して僕から始めたことではありません。いつも本番前に声出しをしているのですが、その発声練習をちょっと披露したいと思います。聞いてください。オリビアこれが隣の楽屋から聞こえてくるんですけど、隣の楽屋の人はこういう流れがあるって知ってるじゃないですか。僕ら何も知らずにこれだけ聞こえてくるんですよ。しかもこれを普段パンツ一丁でやってるからね。すごい楽しい、めっちゃ楽しい。3人一緒にずっと一緒に楽しいですよ。あと動画撮ったりみたいなことです。そう、動画は今楽しいよね。変な動画ばっか撮ってるんですよ。そう、でも一番大好きなのね。え、しもちゃん大好きなの俺の動画な。俺もうめっちゃおもろいねんか。なんかちゃう年間長先輩や。すみません。あいやいやちゃうなんかアメリカ人なんですよ。なんか日本で住んでるよりアメリカで住んでる方が長い方なんで、見たことがないアプリがめちゃめちゃいっぱいあるんですよね。いや無視かい。なんでそうね。それがすごくて、で LINE とか電話とかもずっと英語でやってるし、かっこいい。でね、アナと雪の女王のね、僕と結婚してくれみたいなのあるじゃないですか、掛け合いの音楽。それを一緒に歌った。俺が今日日本語で歌ってたら、それ英語で返してくるから、めちゃめちゃグローバルなめっちゃそうだったよね。すごいすげえ楽しかった。それだってミュージカルみたいですもんね。横ミュージカルみんな歌ってますもんね。いつも遊んでるもんな。ずっと遊んでます。女子楽屋ってどんな感じなんですか？私はねレイチェルとソフィー役のレイチェルと一緒なんですけど、レイチェルと私のアップの仕方はひたすら洋楽を流しながら2人でダンスを踊ってます。どうぞ。振りも雑洋楽ないしね。そう、そんな感じ。時々そのレベッカとメアリーの楽屋に遊びに行って、今日とかは始まる前に一緒に動画撮ってツイッターにアップしたりしました。
なんか女の子の楽屋ってちょっと未知の世界ですよね。あんまり入ることもないし。途中時々挨拶しに行くとね、いい匂いがするのにね。いい匂いがすんね。今日も一緒に飲んでコンコンって言ったら、俺らの楽屋梅さんもいるんですよ。じゃあ梅さんめちゃめちゃ優しいですよね。めちゃめちゃ優しい。いや俺は優しいよ中華も俺はもう動画も撮んねえしツイッターもやんねえからよく話題についてやってごめんなさい本当に梅さんは楽屋で何されてるんですか？俺、おっさん2人で喫茶と一緒なんで2人ともずーっと黙ってメイクしてるもう話題がなくなってるの俺たちもはっきり言って梅さん劇場にいらっしゃるのめちゃくちゃ早いですもんね。僕ね誰もいない劇場が好きで制作さんから早く来すぎだと怒られるぐらいにすごい来てんだよ。何時間ぐらい前に来られるんですか？俺実は3時間半とか4時間前に来て早っ。ほんでさお客さんもそうでしょ。皆さん今日大江戸線で来た人大江戸線地下深くねエスカレーターすげえじゃん乗らないけどエスカレーターで来てさで劇場に来た人はここに来て上がってきてまた B さん下がるよねみんなまあそれ言いたかった確かにそうですよね。ありがたいことですよ。なんか噂によるとアップを兼ねて階段で上がってるっていうのを伺ったんです。あれ俺本当なんですか？走るのが好きなんでちょっと上がってます。そうなんです。すごい。梅さんいつもびしょびしょですもんね。余計な汗かいてますまずアクションです俺すごいんで警備内では一回も拳銃抜いてませんからずっと回転ネットですよ。今回稽古とかもありましたけど稽古場であったりとかあと舞台上じゃないところ舞台袖であったりとかっていうところでなんかエピソードあったりします？いやでもね急に黙んだよ僕はプライベートでもね仲良くしてくださるんですよ。僕とハルくんの話ばっかりになっちゃって申し訳ないんですけどそうだね。そう行き帰りもいつも一緒にしてていつもねラーメン食べるな。ラーメン帰りにいつもで1回だけですけどでもそれこそねで仕事の話だけじゃなくて普通にプライベートの話とかも梅さん並びに淳君さあやちゃんからも教わり本当にわけわいないとメンバーになっておりますしっかりせえよお前梅さんめっちゃ優しいんです。そうあります僕エピソード。昨日の公演の時にカーテンコールで2回あるじゃないですか、出てくるのが。で曲ありの時に僕ハルさんとシモン君じゃなくてマコちゃんと一緒に出てるんですけど、ハルさんがいなくて袖に出るのに。あらもう出る直前やばいやばいってなってもうカウントで数えてるんですけど、いないから探しに行こうとしたら袖に隠れてるんですよでもなんかうわーみたいなそう輪出るけどすごいテンパっちゃっていややばいこれまたこれやばいことになっちゃうと思ってでそれでバーって出たね。でこう出てくるじゃないですか。でもハルさんやめてくださいよってハルさんの方見てたら僕のブログのコメントになぜかなんかカーテンコールでレイチェルさんと目が合ってなんかニヤニヤしてましたねみたいなっていうことなんですよ。僕はハルさんの方を見てたんですよ。いやもうハルくんじゃあハルくんほんまに迷惑なんですよ僕もカーテンコールで行く時いつもお尻もまりながら行くんですよ今日もあったよね。袖で爆笑しながら入ってきてこう下ちゃん下ちゃんの俺の乳首もうプル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 してる。してないですよそのことあそれでいやでもほんまにね梅さんどう思いますとにかく春樹はね、気持ち悪いんだよはっきり言って絶対喋る時絶対人の体触ってくるじゃんでもそれフレンドシップはスキンシップですからね。いいんだけどそれはまあ俺も嫌いじゃないんだけども鬱陶しいよお前って言いながら梅さん大好きなんですよ。ありがとうございますまあ一番俺今日すごいと思ったのはこれ本番中なんだけどルカスはもうすごい汗かくんだよ本当に芝居しながらだからルーカスがサーヤをこう抱きしめて抱いてるじゃんこうやって、はいあの時もうサーヤの体の上に汗がボンとボンと落ちて見えるでその汗がここに溜まってるじゃんゾンビになる時にで同じ場所からゾンビになるんだけど今日俺の顔がその汗の中にベチャッとついてさ気持ち悪いと思いながらさサーヤかわいそうだよな。いや終わった後ここびっしょびびしょしょびしょになってるんだよ制作側からはルーカス汁って言われてました。ルーカス汁すごいんだよあじゃあメイクの時も、メイクするじゃないですか。メイクさんから汗もうすぐ汗かいちゃうんでしっかり怒られてますよねいやもうそうなんですよ。汗がね止まらなくて
ほら動かない喋らない歌わないみたいなでも今は飛鳥い単位で安心してください。結構テカってますよ。結構テカってますよ。安心してください。履いてますよって言おうかなと思ったかもしれないですけどね。なんで俺？怖っ。MC さんちょっとお願いします。ああわかりました。僕和むなと思うのが、サーヤさんとレイチェルさんが同じ時間帯にメイクされてるんですけど、海外のアーティストさんの PV を流しながら2人こうなりながら歌ってメイクしたり髪の毛やってもらったりしてるんですよ。もうそれが素敵で仕方ない。もうなんか本番前にあそこ1回通るのちょっと楽しみになる。そうあれでも誰が何の歌なのか全く分かんないんですけどその横であっちゃんはね無理くり寄っていこうとして一生懸命歌おうとするんだけど、ちょっと流行りについていけてなくて分かんないから、ちょっと流行りのやつにしてって今日は言った。違う流行りのやつじゃなくて90年代の洋楽をかけてあげたら分かったの。もうそこで初めて分かったんですね。でも最近ね、ピアーズのプリちゃんとね、なぜか終始英語で話すっていうのが流行ってて、ああやってますね。なんか英語で話しちゃう。ちょっと2人で喋ってみてください。ずっといつも喋ってるもん。いや本当英語でね。ハルさんはクオリティが高すぎるから。いやあっちゃんのクオリティも見たいっていうのはきっとあると思います。 OK。あっちよく教えてるもんな俺な。ああいや。ニュアンスだけは完璧っすね。いやそういえばシモン君が俺がメールでこうやって言ってたら通訳してる。これふざけてんのかなと思ったらしっかり通訳してる。そうなんですよ。だから俺びっくりして「シモン読めるの?」って言ったら「そうなんです俺一応大学受験したんです」そうなんですよ。俺ゆとり言われてますけど、英語日本語にできるんですよ。そうなんで爆笑やんすか。その発言はちょっとゆとりっぽいですけどね。めちゃくちゃすごいね。そうなんですよ。できるんですよ。そこまでびっくりされるか思ったんでしょう。梅さんは英語喋れますか？梅さんは話せますか？生まれが向こうなんでどこですか？ミャンマーです。ではですね、そろそろお時間となってしまったので、そう早いですね。明日からの公演に向けての意気込みと、今日のトークショー、お客さん見ていただいたお客様へのちょっとご挨拶を兼ねて一言ずついただければと思うんですが、ハルさんからはい。ぜひお願いします。もう今日初回の人は本当にありがとうございます。それで何回も来てもらった皆様本当にありがとうございます。そしてもう残り数回となってしまったんですけれども、全力でみんなで頑張っていきたいと思うので、ぜひとも応援の方よろしくお願いします。しっかりしたコメントすぎて俺が何話したらいいかわからない。そうだよ。そうですよ。僕は、今回本当に初舞台ということで、一番最初僕こっからと端っこがこうあっててこっから喋るんですけど、その時にお客さんの顔が一気に僕の方を向くんが分かるんですよ。それに最初普段なかなか緊張しないんですけどめちゃめちゃ緊張して、うわどうしよう舞台ってこんな感じなんやと思ってなってたんですけど、やっぱ日々舞台の回を重ねるごとに演技もちょっとずつ良くなってるねとか、あ今日の良かったよとか、演出のよりこさんであったり言ってくれてますよね。言ってくれる。で皆さんも言ってくれて、なんかすごい自分自身の進歩を感じてるんですよ。だから明日もまた今日よりもより良いもんができると思うし、でも今僕にできる精一杯のことは今日先ほどの今の舞台やったやろうし、またいろいろあるでしょうけど、また明日も僕なりに自分なりにうまくやろうとするんじゃなくて自分なりに頑張っていこうと思います。よろしくお願いします。そうですね、22日に初日を迎えてもうあと数日で千秋楽を迎えるんですが、今日見て面白いなって思った方はもう一度見に来ていただけると嬉しいです。私はその一人芝居が多いんですが、ルーカスとの間で描かれてる愛とかメアリーに対する感情とかがす
すごく演じるのが今楽しいので、千秋楽頑張りたいと思います。よろしくお願いします。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。アナウンスになってるじゃん。千秋楽までそうですね、僕はキャストスタッフ、演出のよりこさんを信じて、千秋楽まで頑張っていきたいと思いますので、いいチームワークでこのバイオハザード・ザ・ステージを皆さんにお届けできたらなと思います。また千秋楽までありますので、もう一度見たいなと思われた方はぜひまた見に来てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。本当に長時間のお付き合いで本当にありがとうございました。本当は続きますんで、また今日見て面白かったと思う方はまたお友達とさせてください。お願いします。余談ですけども、10月19日に私のシャンソンのライブがありまして、チラシが入ってますんで、そちらも一つよろしくお願いいたします。ありがとうございました。明日からも、千秋楽までまだまだ公演はあります。日々 100%、120% 目指して役者、スタッフ一同全力で向かっていきたいと思いますので、ご声援のほどよろしくお願いいたします。それではですね、はい、本日はご来場誠にありがとうございました。初日ですね。そうです。もう緊張感がみなぎってます。娘たち。パパです。どうも。パパです。私のパパです。リアン・ハワードは私のパパ。パパです。私たち三姉妹です。大丈夫です。ここでもちょっと似てるよね。あ、言われます。似てるって。ね。だそうです。初日の意気込みをお願いします。はい、楽しみです。頑張ります。一生懸命頑張ります。転ばないようにしてください。はい、転ばないように気をつけます。はい。じゃあよろしくお願いします。ミネソタ州。ミネソタ州。あ、俺ミネソタ。アウト。視聴覚室。視聴覚室。大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫です。この間コンポタみたいななんか。ミネソタ。なんかミネポタみたいな。意気込みを。レチェで意気込みどうぞ。頑張ります。さっきと一緒。あ、さえちゃんも来た。本番行ってきます。いやいや初日で頑張ってください。はい。ドキドキします。5分前です。楽しみ。ルビックめっちゃ可愛い。嬉しい。いつも褒めてくれる。ありがとう。みーちゃん。思いっきり。ゾンビを倒してきます。アクションね。頑張りましょう。じゃあ行ってきます。行ってきます。あれ、あすかちゃんは？大丈夫ですか？オリビア・プライス役のサーヤです。今回の舞台の見どころは、バイオハザードのゲームのドキドキ感とかハラハラ感とかがゾンビがブワって出てくる感じとか、もう目が離せない感じ、そのゲームの目が離せない感じを舞台でも壮大に演出をされているので、いきなり客席からゾンビが出てきたりするので、そういうなんだろうな、今までにないちょっとアトラクションチックな舞台になっているところが全体的な見どころですね。ポッシュの右回り左回り左回りおまじないのところが好きで、いつも私その前のシーンで出番が終わって急いで楽屋に戻ってモニターで見てるんですけど、もうあのシーンはもう面白すぎて一人で楽屋で笑ってます。あのシーン本当に好きです。まさか多分ゾンビになるとは多分見る人は思ってないと思うので、そうだな、ルーカスとオリビアのなんだろうな、オリビアはすごいルーカスのことが好きなんだけど、ルーカスはそのなんだろう、助けに行こうとしないなんかがあるんですよ、ルーカスの中に。それで、結果オリビアがゾンビになって
2幕の一番最初にゾンビになるんですけど、そこのシーンでは本当に自分はゾンビなんだって思いながらアクションをしてるので、そういう、新たな私の一面というか、そういうゾンビなところを見どころです。皆さんいかがでしたでしょうか。本当にこの舞台でもバイオハザードの世界観が、ぎっしり詰め込まれて、スクリーンとか、俳優さんたちのお芝居の迫力もあるんですが、スクリーンとか映像とか映像、音声、照明、もういろんな技術が合わさって壮大な舞台に仕上がっているので、またこのバイオハザードの、公演がありましたらぜひまた見に来てください。またあることを願っております。よろしくお願いします。皆さんどうも、タイラー・ハワード役の矢崎弘です。今回は、このタイラー・ハワードという役は、謎の青年ということで大学の中にふっと突然現れるんですけど、彼が何の悩みを抱えて、大学に入ってきて、でまたクリスたちと合流して、っていうところから始まるんですけれども、DVD をこれからご覧になる方はここで止めていただいて、楽しんでいただきたいですし、もうご覧になった方はそうですね、そこから父親に対しての、自分なりの思い、タイラー・ハワードの思いがあって、父親を信じて最後まで、ゾンビたちと悩みながら戦っていく姿が、などを見ていただければなと思います。作品全体としてはですね、やっぱりこの世界的人気ゲームであるバイオハザードの舞台化ということで、このバイオハザードの世界観を、カンパニーで一度作っているので、その世界観を楽しんでもらいつつ、あちらこちらから出てくるゾンビたちを楽しんでもらいつつ、今回僕が主人公ですけど、いろんなキャラクターたちが物語を抱えながら、この世界の中で走っているので、どのキャラクターにも注目して見ていただいても面白いんじゃないかなと思います。魅力的な、今回舞台版ならではのオリジナルキャラクターもいますし、ゲームならではのクリスたちもいますので、そういったキャラクターたちの交わりも見ていただければなと思います。好きなセリフというか心に残るセリフは、寂しい人間は自分を惨めだと思ってる、だから寂しい時に寂しいと言えないっていうセリフはなんか胸を打つというか、自分ももしかしたらそういう時あるかもなとか考えるセリフですかね。DVD をご覧の皆さんいかがだったでしょうか。そうですね、今回バイオハザードの舞台化ということで、本当によりこさんを中心に、カンパニー一同熱いものを、届けたいなと思って作ってきました。この作品がですね、皆さんの心に少しでも残れば、嬉しいです。そしてまた、どっかの劇場で、DVD はもちろんまた DVD も見ていただきたいんですが、ぜひ生の僕たちにも、会いに来てくれたらもっと嬉しいです。今回はありがとうございました。こんにちは。今回レベッカ・チェンバース役を演じさせていただきます飛鳥凛です。レベッカ・チェンバースはゲームにも登場するキャラクターなんですけども、10年前からゲームにも登場してなくて、その後レベッカがどうなってるのかっていうのは誰にも知られてないことだったんですけども、今回バイオハザード・ザ・ステージでレベッカのその後が描かれるということで、そこら辺が描かれるっていうのが見どころかなと思います。舞台全体での見どころは結構心理戦だったりとか、結構謎がすごい多い作品なんですけども、それを少しずつお客さんと共に解明して、最後には、壮大なラストが待ってるんですけども、なんかそういうところもお客さんと体験型ステージというところで、新しい試みもすごくたくさんある作品だなと思うので、そこら辺が今回見どころだなと思いました。私が好きなシーンは1幕の
最初なんですけど、プロローグのところなんですけど、学校の先生を演じ終わった後早着替えをして10年前ゲームにも登場するシーンで「ラクーン死刑スターズです」っていうセリフがあるんですけども、そこのセリフ周りがゲームにも登場するセリフなので、なんかそこら辺がゲームとリンクしててすごく私的には大好きなシーンです。はい。DVD をご覧の皆さん、ありがとうございます。この素敵な作品をぜひ何度も何度も見返して、それぞれのキャラクターのシーンだったりをすごくより深く知ってみると、もっともっと面白く感情が入っていける、細かいところまですごいこだわった作品なので、ぜひ何回も見て楽しんでいただけたらなと思います。メアリー・グレイ役の倉持明日香です。私が演じるメアリー・グレイはこう見ているとだいぶ不思議な怪しい感じが出ている IQ230 の女子学生だと思うんですけども、メアリーは最後にはすごくこう表変してしまって、メアリー・グレイの本性がこう出てくるシーンがあるんですけども、その前のメアリーのこう抱えているこう今つけていますが T ウイルスだったりとか、いろんな人にこう裏切られていくというような、どんどんメアリーが一人になっていくその寂しさというものがこう見ている方に伝わればいいなと思って、それがすごくメアリー・グレイを演じていてすごく楽しいところであります。シーンとしてすごく好きなのは2幕が休憩挟んで2幕が始まった時のレイチェルさんの歌で始まるこうゾンビがこうバーって歌うところがすごく個人的に大好きで、あそこ私出てないんですけどもあのシーンがもうすごく好きで、稽古の時からいつもいいなと思いながら見ています。クリス隊長とかこうバーンってこうやったりとかをしている時に2階の方に私が最後出てくるんですけども、そこの出るなんかこう出た瞬間っていうのが自分が大好きなシーンに急に入り込めたような、そんな世界観の中にこうポンと自分が入り込めたような気がするので、一番シーンとしてすごい好きなのはそこの、休憩挟んで一番最初のシーンが一番好きです。一番最後の最後に、私が、皆さんと戦い終わって2階にこう私が一人で行った時にこうクリス隊長がメアリー・グレイもそんなことはやめるんだって言って、その後にタイラーがメアリー君は一人じゃないって言ってくれるそのセリフがすごく好きで、メアリー・グレイはずっと自分のことを一人だと思って、自分がと同じだと思っていたタイラーは自分と同じじゃないってことを気づいて、自分と同じ思考じゃない、自分と同じ方向に進んでないってことに気づいて、今回この最後表変してしまうんですけども、なんかその一言ですごくメアリー・グレイ君は一人じゃないっていうセリフがなんかすごく最後メアリーが救われるような気がして、私が発したセリフではないですけど、一番好きなセリフです。DVD をご覧の皆様、お買い上げありがとうございます。今回 DVD となりますので、本当に何回も何回も見ていただいて、この DVD を通してさらにバイオハザードの世界観を好きになっていただけたり、私たちキャスト一人一人のこう演じている姿をDVD だともっとこうより表情だったりとか分かると思いますので、そういうところを細かいところも見ていただきながら、もっともっと、この作品を好きになっていただきたいなと思っています。私も DVD すり減るまで見たいと思います。ありがとうございました。皆さんはじめまして、ルーカス・バトラー役の木村敦です。僕の役はですね、男子学生ということで彼女のオリビアという彼女がいるんですが、
恋模様だったりとか、あと僕が演じるルーカスはすごい今回の「バイオハザード」の舞台で人間味がある、人格だなと思います。周りと比べても、銃も撃たないですし、ごく一般の人間なんですが、だからこそより人間味のある芝居ができるかなと思っております。はい。ルーカスはそのオリビアを助けに行くっていうのと、あとゾンビからの恐怖だったり、あとメアリーからのこう圧力だったりがあって、いろんなところで自分と戦っているんですけど、やっぱり最後の最後にオリビアと会って、愛を伝えるじゃないですけど、そこで初めてお互いずっとすれ違ってた何かが一つに、皆さんに一つになってるのを見せられるかなっていうところで楽しかったり、あとどれだけ見せられるかっていうところでは好きなところではあります。 DVD をご覧の皆さん、ルーカス・バトラー役の木村敦です。お買い上げありがとうございます。何度も見てください。すごく、楽しかったり、すごいこう迫力がある舞台なので、何度も見て何度も研究して、細かいところも、気づいてくださると嬉しいです。何回も見てください。お願いします。ピアーズ2番ス役の栗山航です。ピアーズはクリス隊長とコンビネーションが、絆が深く強いという役なので、クリス隊長との、信頼関係を強く見せれたらなと思います。好きなシーン、そうですね、やっぱり僕の役としては、レベッカ、ポッシュ、そしてタイラーと、また友達になっていく、仲間になっていくっていうシーンがあるので、僕としてはそこに重きを置いて、演じているので、そこを見ていただけたらなと思います。2幕開けてのすぐのアクション、クリスと、ピアーズと、ソフィーが、ゾンビを殲滅しているところなんですけど、あそこのアクションは、やっぱり舞台1回だけ見に来たっていう方だときっと細かいところまで深く見れないと思うので、DVD で何回も何回も繰り返し見ていただけると、結構細かい蹴りだったり、銃のアクションだったりがあるので、そこら辺をDVD で深く詳しく見ていただけたらなと思います。リアン・ハワード役の岸優二です。はい。私の役の見どころ、まずナレーションですね。私がやらせていただいております。それから何といっても変態ですかね。漢字ちゃんとここにテロップ書いてくださいね。おかしな方の変態じゃなくて変わる方の変態のシーンですかね。この顔がウイルスに侵されていって体が変わるという、そのシーンが僕としては一番役者としてもたくさん難しいことが凝縮されているシーンなので、はい、そこが見どころだと思います。タイラント戦ですかね。一番主人公たちがラスボスというかラス前ボスというのかと、意を決して本当に死を覚悟して戦っている姿、それから私が教授として最後の敵を与える上で舞台上で優雅に待っておりますので、その辺が僕は気に入っております。はい。DVD をご覧の皆様、岸優二です。何度でも言います、岸優二です。
この作品はまあもう自分が年を取ったせいなのか、だいぶ主人公のみんなが若いということに、刺激を受けておりますが、もはや戦う側じゃなくなってしまったのかな、もういつもボスなのかな、いつも殺されちゃうのかなっていう役回りになってきてまして、まあそういう時の流れも感じつつ、この「バイオハザード」という世界初の公演に参加させてもらえてすごく光栄に思っておりますので、これからも、バイオハザードの世界を皆さんで広げて愛して楽しんでいただけたらなと思います。僕もその作品の一部になれて、これからももし関わることができたら、またお会いしたいと思いますが、ゲームも続きます。舞台もきっと続くでしょう。ぜひ楽しんでください。ありがとうございました。頑張ります。初日です。はい、初日です。頑張ります。バイオハザードの世界に飛び込みます。行ってきます。バイオハザード。バイオよし。かっこいいじゃん。何をおっしゃい。おっしゃい。何をおっしゃい。あ、ピアス。もう次に男が出たら入ったり。何をおっしゃい。行きましょう。やりましょう。よろしくお願いします。DVD 用ですか。これもう初日っぽいです。この状況。初日っぽいです。行ってきます。もう会いませんよ。本当に行きますよ。最後ですよ。帰ってきました。クリス隊長。会長来るからもう。本当にやばいから時間。俺膝サポーター。時間がマジで。すぐ来ます。すぐ来ます。あ、来て。俺もサポーターつけないと。行ってきます。行ってまいります。早く閉めてください。ここ押してください。KLL も押せよ。行ってきます。クリス・レッドフィールド役の中村誠二郎です。そうですね、やっぱり舞台の見どころは、なんといってもアクション、だと思います。たくさんの出演者が、アンサンブル含め、本当に汗をかきながら一生懸命アクションやっておりますので、その生のアクションをぜひ、そこが、見どころだと思ってます。あとゲームの要素もたくさん組み込まれておりますので、そこも見どころなんじゃないかと思います。好きなシーンはですね、やっぱりタイラーとの1対1ですね。アクション終わった後の、芝居でタイラーと初めて仲間になるっていうところのシーンが一番僕的にはオリジナルキャラと、既存のキャラクターのつながるところなので、そこは大好きですね。DVD をご購入いただきまして誠にありがとうございます。DVD ならではの見方というものが多分あると思いまして、劇場では結構アップで見れなかったりする部分とか、あります。例えば僕のひげがここを全部描いてたりとか、すごい再現度高く、今日は DVD 撮影なのでメイクさんに描いてもらったんですよ。そういうね、カツラとかのフィッティングの具合だったりとか、生の汗だったりとか、表情とかもすごく分かりやすく見れると思いますので、ぜひ何回も見てください。よろしくお願いいたします。こんにちは、ソフィー・フォーム役のレイチェルです。今回ソフィーは、BSA オセアニア支部の隊員ということで、バイオハザードらしいとても強くてかっこよくて、そしてセクシーな、女性隊員となっています。なので今回の舞台の中ではいっぱいアクションもしますし、いっぱい銃も構えてゾンビを倒してきました。はい。
好きなシーンはですね、休憩後の私が歌ってる「Until the Justice」が流れながらのこうアクションのシーンがあるんですけれども、今まで、私舞台ももちろんなかったですし、今回2回目の演技なんですけど、そんな中初めてのアクションもしつつプラス自分の曲が流れながら何かをするっていうのが初めてだったので、もうそれができたことがすごく嬉しいです。はい、今回劇中歌でもある「Until the Justice」なんですが、来年1月に発売される HD バイオハザード0 HD リマスターの、テーマ曲となっています。今回この楽曲はですね、その HD リマスターのために書き下ろさせていただいたんですが、私はこうレベッカの心情を汲み取って、本当生きるとは何か、自分は何のために戦うのかっていう心情を歌詞に書き起こさせていただきました。なのですごい今回舞台とそのゲームの両方ともリンクする内容になっているので、皆さんも一緒に口ずさみながら歌ってくれたら嬉しいです。DVD をご覧の皆さん、改めましてソフィー・ホーム役のレイチェルです。DVD 見ていただきましてありがとうございます。まだまだバイオハザード、今公演終わったばっかりなんですが、今日はまだ6日目かな、6日目のまだ昼公演の後で、まだこれから11月の1日までもうどんどん続きます。もうチーム今一丸となってすごい結束力で頑張っているので、みんなとこれからもいいもの作って頑張っていきますので、これからも応援よろしくお願いします。楽曲もぜひ歌ってくださいね。バリントン・マイヤー役の木山春樹です。ですね、バリントン・マイヤー役の見どころは、特に彼のお金マネーへの執着心を見てください。彼のお金への執着心はとにかく孤独から出てくるものだと思うんです。多分彼はもうお金しか信用できなかった、周りの人の愛情も感じられなかったっていう彼の不器用さなところを見れたら一番嬉しいんじゃないですかね。好きなシーンはもちろん俺だ俺だ俺だ。一番好きなシーンはですね、一番最初にみんなが出てきた時に、タイトルアルバムというんですけども、みんながこうサスで出てきて映像とバン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 と並べられるところ、そこが一番僕は大好きです。そしてあともちろんあれですね、マッシュ役のシモン君だったり、誠ちゃんだったり、エズラさんの千葉さんだったりと、みんなと絡んでるそのぎこちない緊迫感のある自己紹介の場があるんですよ。そこのところがやっぱり面白いかなっていうのもあります。そしてやっぱり僕の見どころとしても、バリントンが最初は自分の自我を中に抑えてるんですけれども、途中からどんどん自分がテンパっていくうちにどんどん彼のキャラクターがもっと強くなっていって、もっと激しく、もっとサイケデリックな感じになり始めていくっていうところを見てもらいたいです。DVD をご覧の皆様、本日はご購入 Thank you very much 今日買ってくれたということで、永久保存版のバイオハザードステージ、ぜひ皆様これを何回も見てください。僕も何回も見ます。そしてまたこれがバイオハザードステージの第2部つながるかなっていうのもありますので、ぜひシリーズ化も目指していきたいぜひシリーズ化も目指していきたいなと思いますので、これからも皆様の、応援よろしくお願いします。マシュー・ラッセル役の大倉士門です。よろしくお願いします。僕自身初舞台ということで、もう最初はどうなるんかなってずっと思ってて、でこんなに稽古期間が1ヶ月ぐらいあったんですけど、他の仕事もあり多分一番参加できてないんですけども、やっぱり1ヶ月間何か一つのことに、この10日間のこの舞台期間っていうんですか、この10日間のために1ヶ月前から何か一つのことをキャストさんみんなで20人30人とかで作り上げるっていうのが本当ここ 4,5 年なかったんで、高校卒業したぐらいからもうずっとなかったんで、すごい新鮮で、
やっぱ気合も入りましたし、緊張というものはあまりしないんですけど、やっぱどうしたらいいんかなとか不安がたくさんありました。で僕の役のマシュー・ラッセルの役の見どころとしては、やはり出てくるシーンは3個あるんですけど、そのワンシーンワンシーンごとにエズラ学長との主従関係っていうんですか、最初はエズラ学長エズラ学長って感じなんですけど、もうみんな見てくれたら分かると思うんですけど、もう最後にはエズラ学長に歯向かって「戦争なんですよ!」って言って思いっきり指もさしてるし、そこの役のマシューの心情の変化とかをぜひぜひ見てほしいなと思います。しましたね。役作りはめちゃめちゃしましたね。僕自身も普段からチャランポランで、今でこそこんな背筋張ってますけど、普段もこんな感じでああみたいなダリーみたいな感じでやってるんで、まず背筋の伸ばし方とかからもう共演者の方であったり、それこそ演出のよりこさんであったりに教えてもらって、もう今ではもう自然と道歩く時もこの姿勢で歩いてます。であとはやっぱりマシューが IQ がめちゃめちゃ高いという役なんで、喋り方一つにしても声の張り方にしても、普段の口先だけで喋ってる感じじゃ絶対ダメなんで、そこ一番苦戦しました。正直好きなシーンは、僕が出てないんですけど、第2幕の初めですね。音楽と一緒にもうそれこそキャスト陣とゾンビとが戦って、そのシーンが結構長いんですけど、そことか見ててももう毎回鳥肌立つし、めちゃめちゃいいシーンやなと思います。ね、それやっぱ生で見てもめちゃめちゃいいし、多分 DVD で見てもその良さはめちゃめちゃ伝わると思うんですよ。だからぜひそこを何回も見てほしいです。はい、この舞台はほんまに今流行りのプロジェクションマッピングとか、あと演技っていうのは舞台だけっていうイメージが、固定観念がめちゃめちゃあると思うんですけど、舞台だけにとどまらず客席からもゾンビが出てきたり、タイラントが出てきたり、もう見ましたよね。タイラントが出てきたり、もうそのなんていうんですか、ホール全体を会場と化したニュージェネレーション舞台って感じなんで、ニュージェネレーションステージって感じなんで、やっぱりそれがこんな DVD になるっていうのはめちゃめちゃすごいし、ぜひぜひちょっとこの期間忙しくて来れへんかったとか、やっぱ行きたかったけど行けなかったっていう方のために何回も繰り返し見てほしいですし、これのためにほんまにキャスト陣皆さんがもう1ヶ月ぐらいかかってみんな頑張ってたっていうのも思いながら見てくださったら、また新たなバイオハザード・ザ・ステージが見れるんではないかなと思います。で僕自身本当に何回も言うんですけど、初舞台だったんで、これをきっかけにまた日々精進してこれからも飛躍していきたいなと思うので、マシュー・ラッセルという役はそんなにずっと出てる役じゃないんですけど、頭の片隅にでも僕のことを覚えておいてほしいなと思います。ありがとうございました。大学の警備員をポストをやってます梅垣義明です。見どころはっていうかゲームにないキャラクターなんでですね、お話をこう進めていく上で足手まといになるような、邪魔になるような、ゲームに出てきたらこいつ面倒くせえなと思うような役どころです。好きなシーンというか好きな言葉っていうのがありまして、これは先ほどの演出家の方に聞いたら、演出家の脚本家よりこさんが作った言葉なんですけども、人間というのは最高級の欠陥品であるという、その言葉が僕はすごい好きなセリフの中の言葉なんですけど、だから見てから皆さん確認してください。ゲームとか映画ではこう見れない体験できないようないろんなストーリーが織り込んでありますので、舞台ならではのものを皆さん、ぜひ体感してください。そして DVD で楽しんでください。今度の映画の中のこの舞台の中のやっぱり中心部である学校、大学の中の学長さんの役、エズラという学長さんの役を、やらせてもらってます。こういうものは僕もあまりよくわからないんだけど、映画はアメリカの映画見てるし、何が見どころなのかよくわからないけれども、近未来の話ですから、全体的にどこという
なかなか全体的にこうどこがいいということより全体的にまあ見てみないとわからない最近だと思うし、まあどうしても見てほしいと思うのはやっぱり役者として自分のとこ見てほしいなってそう思うだけですよ。それやっぱり自分の出演してるシーンですね。こういう若者たちのこういうゲームというゲーム感覚のものの舞台っていうのは僕も初めてなので何を言っていいかよくわからないし、自分もある意味は挑戦だと思ってなんでこれが若者に受けているのかがわからなくて、じゃあ入って勉強してみよう。それは俺が作る次の作品のために勉強のために入ったんで、見どころがどこがあるか全く分かりません。自分が知りたい。どこがいいところだか、どこが若者に受けてるのか、どこがそんなに人気があるのか、それを知りたくてこの作品を受けたんで、自分がどこが見どころなのかがいまだにちょっと分からない。まあ終わる頃にははこういうことだったんだか、これがやっぱり若者に受けてるのかとか、そういうことが分かってくると思うんですけど、はっきり言って見どころは私の芝居のとこだけです。お疲れ様でした。初日終わってすごいあっという間でした。もう始まったらあっという間でめちゃくちゃ楽しかったです。でも一つちょっとなんかあんまりなんかちょっと一つ心残りがあって、一番最後私のエピローグですごい長いセリフ言って、上に行った後に「レベッカもうそんなことはやめるんだ!」って言った隊長が名前間違えられてフルテンションで言いました。フルテンションで「レベッカ」って言われて、私メアリーって思いながらはけてきてごめんねちょっとフルテンションでフルテンションでの名前間違えちょっとね最後の最後にやっちゃったね。でもよかったですね。フルテンションです。そうね。テンションはね。レベッカ大丈夫か。もうそんなことやめるんだメアリーっていう意味。ああ、そういう意味だったんですね。そういう意味です。ちょっと芝居の向こう側行っちゃった。向こう側行っちゃいました。すいません。すいませんでした。お疲れ様でした。なるほどなるほど。